人間は死に向かう方向性というのがあると思います。死というのは全ての人間にとっての宿命。写真は釘に捉えた永遠の現在、不死の無双する装置。そこに常に死が内包されている。写真というのはその撮った時点から過去へなっていく。私は私自身のコーチとして畑となる銅版に種をまいて、それに観念の桑を入れて作品を作ってきたと思います。私は1947年北海道の根室というところで生まれております。先祖はもともと鳥取の池田藩に仕えておりました。明治になって屯田兵として祖母の時代に北海道の西和田村に入植することになります。これが私の生まれた根室というところの流暢です。写真は時には流暢と同じ方向に向かってんでないかと。死と再生の儀式の繰り返しというか、一見似たような毎年見るような流暢も必ずしもその音や形や時は同じではない。写真はそういうようなものを持っているんだと思うわけです。武蔵野美術大学の実技専修科というものに入ったために山口先生になるんですが、私自身が銅版画を始めるのは1975年です。先生は銅版に触れることで確実なことができるだろうから、その直感を大切にしなさいと言われたのが印象的です。これはアントニオ・タピエスと共にという展覧会が当時のセブで行われたんですが、その展覧会での衝撃を受けて、バッテンで絵がなるんだったら俺にでもできると思ってバッテンの絵を描き始めたんですね。作品を作るのには必ず背景があります。私は屯田兵の末裔としてデスポア的なところから出発しております。デスポアというのは離散とか分散という今世界中に起きていることですね。自分のそういう原型を作品にしようと思ったわけです。人間は日本橋で今現在歩いてるんですが、多分その前は四つん這いになって人間は最初の原型を取っていったと思うんですね。そうするとやはり人間は初めから死の近くでしか生きれない存在ではないかと思う。だから性懲りもなくやっぱり背の近くというか横たわるというところから生も含めてそういうものが発生してるんじゃないか。スペインへ旅行しまして衝撃を受けたバッテンのタピエスに会うことになる。憧れの人に会っちゃうとその後何もできなくなっちゃうっていうか、絵が描けなくなってしまったんですね。これはですから向かって右側は文字がただ書いてるだけの作品なんですね。アルファベットでただ書くだけ、お経を写してるようなものですね。しかし単語と単語の間に虫の這うような隙間というか、虫が生きれるほどの生命のラインが痕跡が残るんですね。この年が私にとって非常に作品の多い年になるわけです。1985年というのは私の母が亡くなった時ですね。母の埋葬というのは私の中に刻まれた完全な喪失、ものを失うというかもう完全な穴ですね。私の中に将来において完全にあるのは
死であるという、死以外の現実はこの世の中に存在しないという、ある意味では死というのは生の貧困というか、その逆側の部分ですね。それはもう作品を作ることというか、何か作ることでしか補えない、産物ですね。母が亡くなった後に葬儀のために田舎に帰るんですが、越知岬というのを訪ねるわけです。そこで廃校した無線局に出会うんですね。この無線局は翼よ、あれがパリの詩だという、リンドバーグが根室に飛来した時に行進した無線局なんですが、母の死と廃墟の風景が私には一緒のように見えたというか、何かすれ違うようなものに見えたんですね。写真というのは何か見た時に自分の存在を喚起する、そして時間を地平のように発見させてくれるものでもあると思うんですね。写真は映像言語ですが、何も言わないです。その言語は常に個々によって違うわけね。写した人やそのものによってその言語の形態は、写真というのは変わっていくと思います。写真は視覚的なメッセージを外に発散させるわけですが、一方では見るものの方に内側に刺さってくるというか、自分にもそのものを向けてくるんですね。それは写真は記憶の現実を写してるんですが、またそれは日を見る鏡と同じように虚の部分も写して、それが左右対称シンメトリーな作品の構図へなっていくわけです。そして銅版は鏡のような役割というか、そういうものだと思います。これは廃墟の内部です。全て内部のものは朽ち果てるだろうと。それがいずれ下の部分の地層へ入っていくだろう。もちろん私自身も自然の営みとして摂理に触れながらその中に入ってくる。その時にその消息として作品が生まれてくるんでないかと思うんですね。1994年にカナダの大学に、アルバータ大学というのに呼ばれていくんですが、父が亡くなりました。多分父は喜ばない、帰ってきてことを喜ばないと思った、明治の人ですから喜ばないと思ったので、僕はそのカナダで父への作品を作りたいと思ったわけですね。これは不在になった空間と氷の上に墓石を置いただけの。だからこの作品を見ると、私の中に父との生活というか、そういうものを思い出させる。だから写真の持ってる一つの要素ではないかと。それが見る側に多くの記憶を喚起させるんではないかと思います。その人その人の消息が作品という形でその時代の中で変わっていくんです。これは人為的というか、私がベッドを外に持ち出してシーツをかけたというか、今で言うとインスタレーションというようにものを設定して作った作品です。
これはカナダから持ってきたクリーニング屋さんのビニール袋を北海道の越智島で運んで、そこの風でこういうふうに曲がるというかね、そのビニール袋が、その本体そのものはもう来ちゃうんだけど、その外側のビニール、透明なビニールが舞うというのと、その前日に寝たシーツとその黒いビニールが壁にかかってる。これは所在の地層。人間はその地層の中に必ず入っていくんではないかと思ったわけですね。その越智市のスタジオというのは私にとって必ずしも故郷ではないわけですね。故郷というのは何か、通常田舎的なイメージというか、そういうようなイメージを持つわけですね。それは故郷というのは、それは場所なのか記憶なのか、それとも、眉の空間というか居心地のいいものなのか。だけどそれは違うんじゃないかなと思うんですね。遠くに離れてて憧れる感覚というか、そういう故郷が現実として存在するんじゃないかと思うのが故郷だと思うんですね。現実というのは、そのリアリティというのは死というものに以外にリアリティがなかなか存在しないんじゃないか。地球が回ってたって回ってるっていうのも見つかったのも最近のことだろうし、いろんなことが思われてたけど本当のことでないかもしれない。ただ目の前のものが死になった時、それは現実として受け止めないではない私たちがあるんじゃないかなと。私というかね、僕は半餓死の上にその闇というか、それが砂漠であったり森であったり故郷であっても、そういうものを作っていきたい。私自身の全ての人がデスポア的な現在、多様化という全てのものが全て瞬間的には輝いて見えるんだけれども、それは同時にやがて朽ち果てるという共通の運命を持っているんではないか。私自身のあるべき同伴を求めていき、そこに私の全ての状況が消息というか、現在のその時の消息が作品の中にされるのが私自身ではないかと。